皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。今回はアルタイヤーを使ったグラフ作成の第2弾として、インタラクティブ機能についてご紹介します。今回の動画では、Python のデータ可視化ライブラリーであるアルタイヤーを使って、グラフにインタラクティブな機能を追加する方法を学びます。具体的には、グラフの拡大・縮小や移動、マウスオーバーによる詳細情報の表示、さらには特定の区間を選択して強調表示したり、その統計値を確認したりする方法をご紹介します。これらの機能を活用することで、より動的でわかりやすいデータ分析が可能になりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、使用するモジュールとデータについて説明します。画面の拡大・縮小や情報の表示のために、アルタイヤー、Pandas、スクラーンドットで提出をインポートします。次に、おなじみのアイリスデータセットを読み込みます。このアイリスデータセットを Pandas のデータフレームに変換し、目的変数であるスピーシーズを品種名に変換して追加します。これにより、よりわかりやすいデータとして扱えるようになります。こちらが読み込んだアイリスデータの一部です。SEPAL レンクス CM、SEPAL イドス CM、ペタルレンクス CM、ペタルイドス CM といった特徴量と、品種名であるスピーシーズが表示されています。このデータを使って、インタラクティブなグラフを作成していきます。アルタイヤーでインタラクティブ機能を有効にする方法です。alt.chart で EF アンダーラインデータ、マークアンダーラインポイントドットエンコードで散布図の基本的な設定を行います。X 軸に SEPAL レンクス CM、Y 軸にSEPAL イドス CM を設定し、色の識別にスピーシーズを使用します。マウスオーバー時の情報表示には、ツールップメソッドを使用し、今回は SEPAL レンクス CM と SEPAL イドス CM の情報を表示するように設定しています。そして、最も重要なのが、ドットインタラクティブメソッドです。これを追加することで、グラフに拡大・縮小や移動といったインタラクティブ機能が有効になります。また、ドットプイロパティーズを使ってグラフのタイトルを設定し、幅と高さを指定することで、見やすいグラフを作成できます。インタラクティブ機能の一つ、グラフの移動について説明します。このように、マウスの左ボタンまたはホイールを押したままドラッグすることで、グラフ全体を自由に移動させることができます。広い範囲のデータを確認したい場合に非常に便利です。次に、マウスのホイールを使った拡大・縮小機能です。グラフの上にマウスカーソルを移動し、ホイールを前後に動かすことで、グラフを拡大したり縮小したりできます。特定の点の詳細を見たい場合や、全体の傾向を概観したい場合に役立ちます。ここでは棒グラフを作成しています。X 軸にスピーシーズを設定し、Y 軸には SEPAL イドス CM の平均値を表示するように指定します。色もスピーシーズで分類します。ツールトゥメソッドでは平均値だけでなく、標準偏差、最小値、最大値も表示するように設定しています。このように棒グラフにマウスカーソルを合わせると、その品種の SEPAL イドス CM に関する平均値、標準偏差、最小値、最大値といった統計情報がポップアップ表示されます。これにより、データの分布や特徴をより深く理解することができます。アルタイヤーは、エンコードメソッド内でフィールド名とともに集計関数を指定することで、データを簡単に集計できます。これは内部的にベガマイナスライトのデータ変換機能を利用しています。代表的な集計関数としては、以下のものがあります。カウントレコードの数をカウント。サム、合計を計算。アベレージまたはミーン、平均を計算。ミーディアン、中央値を計算。ミン、最小値を計算。マックス、最大値を計算。ストデーブ、標準偏差を計算。ストデラー、標準誤差を計算。これらの関数を適切に利用することで、様々な統計情報をグラフに表示できます。次は、ドラッグした区間を強調表示する方法です。これは、失業率のデータを使用しています。まず、Alt.Charts を押す、
マークアンダーラインエリアで基本的なエリアチャートを作成します。色はゴールデンロット、不透明度を 0.3 に設定します。エンコードでは、X 軸に、イヤーモンスデート、Y 軸に、3カウントを設定します。重要なのが、ブラシイコールオルト、セレクションアンダーラインインテラエンカジングズイコール一重引用符 X 一重引用符で、X 軸に沿った区間選択を設定します。そして、バックグラウンドイコールベース、アットアンダーラインパラムスブラッシュで、この選択をチャートに適用し、セレクテドイコールベース、トランスフォームアンダーラインフィルターブラシ、マークアンダーラインエリーカラーイコール一重引用符ゴールデンロット一重引用符で、選択された範囲のデータを再度エリアチャートとしてゴールデンロット色で表示します。背景の不透明度が 0.3 なのに対し、選択された部分は不透明度 1.0 で表示されるため、選択範囲がはっきりと強調されます。最後にバックグラウンドプラスセレクテドで両方のチャートを重ねて表示します。最後にドラッグした区間の統計値を表示する方法です。これは先ほどの区間強調表示のプログラムを応用したものです。基本的なチャートの設定は同様ですが、セレクテドの部分にツールトを追加しています。このツールトでは選択された区間の平均値、標準偏差、選択開始日、選択終了日が表示されるように設定しています。例えば、alt.toolto 一重引用符ミーンカウント、Q 一重引用符、タイトルイコール一重引用符平均一重引用符、フォーマットイコール一重引用符点 3F 一重引用符のように記述することで、平均値に、平均というタイトルをつけ、小数点以下3桁の形式で表示できます。また、日付の表示形式も、フォーマットイコール一重引用符 %y スラッシュ %m 一重引用符のように指定することで、年スラッシュ月の形式で表示されます。オルテイアーのインタラクティブ機能について見ていきましょう。このプログラムを実行すると、こちらに示す散布図が表示されます。このグラフの上にマウスカーソルを移動しホイールを前後に動かすと、拡大したり縮小したりできます。またホイールを押したまま移動するとグラフ全体が移動できます。またこちらの点にマウスカーソルを移動するとこのようにこの点の情報を表示することができます。こちらのデータはアイリスのデータを sklearn データセットよりインポートして使用しています。またこのグラフを描くためにオルテイアーモジュールもインポートして使用しています。このサンプルを描くには、オルテイアーのマークポイントメソッドを使用しています。X 軸にシリアルレンクス、Y 軸にシリアルウィドスを設定しています。マウスオーバー時の情報表示は、ツールチップメソッドで、これらの情報を表示しています。また拡大縮小などのインタラクティブ機能を有効にするには、こちらのインタラクティブメソッドを使用しています。するとこのような、インタラクティブ機能を持つグラフを描くことができます。次はマウスオーバーして、統計情報を表示する方法です。このようにマウスを棒グラフに合わせると、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。この方法について見ていきましょう。情報表示にはツールチップを使用しますが、項目名の前に平均値ではアベレージ、標準偏差ではスレー、最小値はミン、最大値はマックスを指定することによって、それぞれの統計値を表示することができます。次は区間を強調表示する方法です。マウス上でドラッグするとこのように選択した区間を強調表示することができます。それでは方法について説明します。セレクションインターバル関数を使用して区間選択を設定します。ここでは括弧の中にエンコーディングスイコール X として、X 軸に沿って区間選択を行います。またバックグラウンドに、ベースアットアンダーラインパラムス、ブッシュとして、チャートに、上で定義したブラシ選択を適用し代入します。そして、選択された区間のグラフを変数セレクテドに格納し、最後にバックグラウンドとセレクテドを重ねて表示します。このプログラムを応用して区間の統計値を求めるのが次のプログラムとなります。
このようにドラッグすると、区間の平均値、標準偏差、選択開始日、選択終了日が表示されます。この情報表示は、ツールチップを使って行っていますが、こちらのようにリスト内はオルトツールとして括弧内にミーン、カウント、そしてタイトルイコール平均値、フォーマット .3f のように記述すると、先ほどのようなフォーマットされた表示を行うことができます。今回はアルタイヤーのインタラクティブ機能についてご紹介しました。マウスのホイールで拡大・縮小。ドラッグによるグラフの移動。マウスオーバーでの統計情報表示。ドラッグした区間の強調表示と統計値表示。これらの機能を使うことで、よりユーザーにとってわかりやすく、探索的なデータ分析ができるインタラクティブなグラフを作成できます。皆さんもぜひアルタイヤーのインタラクティブ機能を活用して、魅力的なデータビジュアライゼーションを作成してみてください。ご視聴ありがとうございました。